500年になる。あとどれくらい占めますか？ 500 年後のエーダ星へようこそ。君は間違っていない。今は西暦3195年です。第3都市発見から500年が経ちました。RX77 ガノンから始めましょう。ハロー皆さんこんにちは。私はふーちゃんです。今期は無秩序な深淵と第3都市の解読をもたらし続けています。まず無秩序な深淵に存在する時空エンジンです。時空エンジンとは何ですか？目の前の球状の物体です。京都公文書館で詳しく紹介されています。時空エンジンは MK2 とも呼ばれる。鏡に展示されているモデルは1対10の割合でここの大きさに完全に合っています。時空エンジンといえば大災害と言わざるを得ません。最新のストーリーに応じて設定する枝星は全部で7つの幻灯があります。すべての幻灯には時空エンジンがあります。2回目の時空遡るのはあなただけのことではない。すべての時空エンジンが起動されます。時空位機能し始めました。そして枝の子のデータ改ざんでバックトラックに失敗しました。では問題が来ました。後戻りに失敗した時空エンジンはどこだ？本来の構想は破壊されたことだ。しかし無秩序な深淵の時空エンジンは別の可能性を与えています。アビスに回収された。今のところストーリーには2回の大きなバックトラックがあります。2回目と3回目の時空を遡って2回目のバックトラック7つの幻灯が破壊されました。3回目のバックトラック1つの時空エンジン廃棄は8つのエンジンです。実際には時空を遡っているというな。実は一度も成功したことがありません。最初の非人間実験はそしてクラリエルの彼氏に実験に行かせました。その結果時間の乱れた流れの中に消えた。2回目は救う準備を迫られました。結局失敗した。3度目の賢者は失敗した。謎の力が遡っているのかもしれません。この前風は時空エンジンは古代文明が残したものだと推測しました。しかし今も公式を見て開業しとく製造を貫徹したいと思っています。今の第9地区に時空エンジンが設置されているからです。その効率には驚くべきものがある。ハイガルドはまだ修理していない。エンジンは早いですね。そして無秩序な深淵の自分自身です。実際に現れたのは大きな目の建物だけです。つまり黒石議場は深淵の他の地図は儀式上の力の影響で変化してきたのです。証拠は建築材料で無秩序な深淵は大きな目を除いて他の地方の建物は全て第3都市の上層部で使われているのと同じ材料です。無秩序な深淵が全体であれば上層都市も無秩序な深淵でなければならないはずです。ストーリーの中ではただ大きな目を指しています。他の地図は後期進化したものです。最後に500年の時間です。ロボットから分かったのは現在加速区は3195年です。どうしてロボットの故障ではないのですか？一つ目は無秩序な深淵は最初は大きな目の建物。他の地図の生成にも時間がかかります。二つ目は研究センターの不登校を覚えていますか？鉱石はすでに実験室に成長した。この成長速度は驚異的すぎます。実況期待2699年から2712年まで。まだ13年した。この鉱石は成長が少し早い。513年なら。それは普通です。3つ目はカバジュ。彼は少し強いと思いますか？小石と血肉が一体になっている。これは180年もできないだろう。幻灯ストーリーのロボットはかなり壊れています。でも残っている情報は全て本当です。ナビラの地獄、アナツの地獄。残された情報は全て重要です。RX77 が言ったのも価値があるに違いない。ダウンタウンは閉鎖されてから外界から隔絶された状態にあります。別の空間として捉えることができました。しかし今のところダウンタウンは500年近いだけだ。時間の流れを早くしていません。私たちが探索する時間は地上と同期しているからです。ここで疑問が生じます。誰がここの時間を通過させましたか？今のところ見るとアビスだけだ。ではなぜ加速しているのでしょう？もう一つ疑問があります。もうやったヘラ。なぜ無秩序な深淵がまだ存在するのか？もしアビスが8の水式なら彼らの王は誰ですか？ヘラじゃないの。大きな目は本当に私物ですか？ヘラはもういない。しかし黒石儀式場はエネルギーを吸収し続けています。ヘラが吸収していると思っていたら今から見ると本当にエネルギーを吸収しているのは儀式場自身です。儀式場自体が舞台裏最大のアビスかもしれない。あるいはその内部に王宮のアビスが隠されています。このアビスこそが全ての黒幕だ。今期はこれで終わりです。風に注目して違う幻の塔を体験します。